どうもメメントです、今回なんですけども、僕はね昔から何かにつけ写真を撮る癖があってね、一時期はポラロイドにハマってストリートアートとか DJ とかイベントで遊んでる友達とかね撮りまくっててね、いつか発表しようかなと思ったまんまずっと眠らせてたんですけどね、それをね掃除をしてたら見つけてしまったんですよ。もうこれは動画にしようと思ってっていうことで、今回はね車の中に置いてたコーラが凍りついてしまうぐらい寒かった思い出の旅をご紹介したいと思います。今から10年前ぐらいにアメリカのね、東海岸をちょっとね車で回って極寒の雪の中ね、ニューヨークからニュージャージー、ボストンをねずっと行ってね、レコードをもういっぱい買ってくるというミッションをやってたんですよね。今時ねレコードっていう人も多いとは思うんですけど、僕はねちょっとこういう仕事をずっとしてたんでね、ということでね、今回はその時回ったいろんなレコード屋さんとか、食べ物屋さんとか、あといろんな場所行ってきたんで、そういったのを軽く紹介していこうかなと思います。ただね10年前のことやからね、もう結構潰れてるお店はいっぱいあると思うんですよ。とにかくね、今回の旅はモーテルを転々としながらあちこちに行って、最終的にニューヨークに戻ってくるという感じでね。でたまたまねその時流行ってたのが JG のエンパイアステートオブマインドで、車の中で聞くラジオでずっとヘビロでかかってたんですけども、アリシア・キーズのニューヨークって叫んでるサビの部分がね、もう頭にこびりついて離れなかったっすわ。ちなみに飯はね日本食か、中華料理とか、ほとんどアジア料理ばっかり食ってましたね。この旅でね強烈なインパクトで印象に残ってるのはやっぱり 9.11 の現場を見に行ったことですね。飛行機が突っ込んだねワールドトレードセンターに行ってみたんですけど、この2010年の段階でテロから9年ぐらい経ってるんですけど、やっぱりまだまだ復興中やって、すごく大きな穴が開いてて言葉を失いましたね。でその弔いの石碑がいっぱい立ってあって、近くのね消防署の隊員たちがもう頑張って救命活動してたんですけどね、多くの方がねここで亡くなりはって、非常に辛い現実を目の当たりにしましたね。話は元に戻してレコード屋の旅を見ていきましょう。途中でアジア料理食べてガソリン代わりにね、言ってもね朝はダイナーでパンとコーヒーって感じですけど、こうやってレコード屋を回ってレコードを買って回るっていうのはね結構体力勝負なんで、しっかりご飯を食べてね体力つけとかないと持たないんですよね、体が。ボストンに行く途中のねレコード屋さん結構潰れてたんですよね。そういえば途中でねウォルマート寄ってガムテープとかね梱包資材買って、水とかね飲み物とかをちゃんとゲットして、で万全の体制でねもうボストンまで行って、結構ボストンがねいいレコード屋が多かったんですけども、これはフックザポリスですね。皆さん路中に注意してくださいね。アメリカ独特のルールがあるんでね、すぐ切符切られますよ。さあちょっとレコード屋見ていきましょうか。まずはチーポ、結構庶民的なねオールジャンルのねレコード屋さんでしたね。結構安くでいろいろ買いましたね。次はラウンドアゲンレコーズ。ここはジャズとかロックとかフォークとか、カントリーとか、ちょっとおっちゃんっぽい感じのお店ですね。これはディグル私ですね。とにかくねニューヨークからボストンらへんってもう寒いんですよね。もう冬は1月なんでねこれ。けどレコード的にはボストンはホットでしたね。周りにね結構いろいろ大学があるんで、学生さんとかがレコード買ったり売ったりしてんのかな。レコードがね結構回ってる感じはしましたよ、街に。でこの In Your Ear っていうレコード屋がね結構良かったんですよ。3つぐらいあったかな、このボストン周辺にね。オールジャンルで結構安かったイメージがありますね。でこのアジア料理ティキパレスに行ってまたガソリン補給と。でボストンといえばナゲッツ、なんか78年からやってはるみたいですね。老舗のレコード屋さんで、結構人気で、品揃えも良かったですよ。でステレオジャックス、値段も手頃でね、ナイスな地元のレコード屋って感じでしたね。で僕個人的に大好きなのはこのツイステッドビレッジ。どっちかっていうとアバンギャルドとか音響系とか、あとサイケデリックな感じとかね、結構ぶっ飛んだ音楽が多かったですね。ネルとバナナのポスターが貼ってあったりね、東京のちょっと変わったハードコアバンドですね、実験的な。でこの写真がねちょっとどこの写真やったか忘れてしまって、確かこのツイステッドビレッジの近所やったような気がしますね。そしてプラネットレコーズ、ここはねもう物量も多いし、もう綺麗に整頓されて
ールジャンルで扱ってますね。次のスキッピーホワイトはちょっと写真がないので割愛させていただいて、Weird Records。ここも結構ね、面白い品揃えなんですけど、ちょっと値段が高かったですね。そして腹ごしらえはまたしても、日本の居酒屋みたいな店があったんで行ってみました。そんな感じでね、街を歩きながらストリートアートを撮ったりとか、街の風景を撮ったりしながらレコード屋を巡ってひたすらレコードを買うっていう感じでしたね。そしてデジャブレコード。あと街の郊外にこういうレコード屋があったらいいですよね。もうディガー御用達のね、雑多な感じやったんですけども、なかなか良かったですね。そしてレッドスクロールレコード。この店はパンクハードコア系のレーベルもやってて、店の中のレコードもロック系が中心ですね。そして次のレコードはアルバムハンター。いやー、すごいド直球な名前のレコーダーですけど、どっちかといえば7インチが結構あって面白かったですね。次はリプレイレコーズ。ここまで来るとね、ボストンよりもニューヨークの方が近くなってますね。そういえばね、記憶が確かならこの店でいっぱいいいレコードを買えたような気がします。さあ、いよいよ確信に迫ってまいりました。このプリンストンレコードエクスチェンジ。ここではね、かなりいいものがいっぱい買えましたね。ジャズとかロックとか、ソウルとかね。いいものが買えるとこのディグもね、テンション上がってくるんですよ。そして老舗のジャズの名店、インテグリティミュージック。ジャズのレコードもいっぱいなんですけど、演奏もね、店内でやったりしてますね。その後はお腹が空いたので、ヌードルハウスで汁がちょっと少なめのね、アジアンヌードルを食べまして、味はタイのフォーに近い感じでしたね。そしてお腹が満たされたところでマールズレコードラック。このレコード屋はね、1962年からある超老舗のロックのお店ですね。ビートルズとかそういう王道のロックを買うんやったらここですね、間違いなく。次は、これは何て読むんでしょうね。イタリア語読みやったらジェローザレコーズですかね。このお店もね、いいお店で、ジャズとかロックとかは強いんですけど、オールジャンルで扱ってあって、すごくね、店内も綺麗で整理整頓もされててね、このジュークボックスが存在感ありましたね。この写真はね、ちょっとどこのレコードか忘れましたけど、猫ちゃん伸びしてるのをね、結構可愛く撮れたんで気に入ってます。で、この10日間の旅の間、ずっとこのモーテル6のね、系列店をね、点々として泊まってて、1回だけスーパー8っていうところに泊まったけど、西海岸回るときもね、基本ここを使うので、馴染みのモーテルって感じですね。他にもね、街の様子を撮影しながらどんどん行って、もうここぐらいからニューヨークに入っていきますね。で、この中華料理屋さんはニューヨークですね。ニューヨークから入ってニュージャージー、ボストンを経て、またニューヨークに戻ってきた形ですね。でね、このブルックリンブリッジを渡るときがね、僕が一番好きで、橋を渡るときにね、見えてくる景色が、ニューヨークに来たぞっていう感じでね、ビースティーボーイズのジャケットにもなりましたね、この光景は。そして自由の女神がね、やっぱり遠くの方で見えて、ブルックリンに着いたらね、もうさっさと車止めて、もう歩きますね。で、ピザですね、ピザ。BPM94 ぐらいで歩いてね、お目当てのピザ屋さんを探すんですよ。で、このトゥーブーツピザ。とにかくね、これ写真で見るより、この一切れがめちゃくちゃ大きいんですよ。1枚食べただけで腹パンパンになりますよね。さあ、お腹が満たされたところでバイナルを探しに行きましょう。さあ、泣く子も黙るアカデミーレコーズ。ニューヨークって基本的にめっちゃ高いんで手がなかなか出にくいんですけど、この店では結構いっぱい買いましたね。そしてこれまた名店パーマネントレコーズ。品揃えも良くてね、さすがニューヨークって感じのお店でしたね。他にもね、いろいろレコード屋回ったんですけど、どこもめちゃめちゃ高くてもう買えなかったですね。で、とぼとぼ街を歩いてて見つけたのがジャズクラブの名門ビレッジヴァンガード。多くのね、ジャズの巨匠たちがね、ここでライブの録音を残してるっていうね、名門中の名門ですね。あとはやっぱりアートギャラリーとかをちょっと見て回りたかったんで、双方の方に行ったんですけども、今はね、もう完全にショッピング街になってましたね。で、その後はね、せっかくなんでタイムズスクエアに行ってきたんですけど、もう観光客が多すぎて、もう人だらけで正直もう疲れましたね。ちょっとゆっくりしたいっていうことで、この5番街のね、なんか美味しいって評判の韓国料理屋に行って、ゆっくりご飯を食べました。めちゃくちゃ美味しかったですよね。ガンミヨクっていう老舗の韓国料理屋です。さあ、この辺でね、東海岸編は終わりです。西海岸でもね、結構撮ってるんで、また機会があったらね、動画にしてみようと思います。ではそんな感じで。ではでは。